この動画はロームの提供でお送りします。こんにちは。今日は NFC を使ったワイヤレス給電を試してみます。皆さん一度くらいは NFC という単語を聞いたことがあるかと思います。Near Field Communication の略で 13.56MHz の周波数を使った近距離の無線通信技術です。身近なところだと Suica などの交通系 IC カードにも NFC の技術が使われています。Suica なんかは実はフェリカの技術が使われていますが、これらも実は NFC の一種です。NFC は基本的には無線を使ってデータをやり取りする技術なんですけども、実は通信するときに微小な電力のやり取りも行われています。交通系 IC カードにバッテリーが入っていないのにカードが動作するのもこれが理由です。今回は NFC の電力をもっと大きくしてデータ通信だけではなく本格的な給電にも使えるようにしようというのが今日のテーマです。この電力も送れるというのがポイントでして、具体的にどれくらいの電力が送れるのかデモンストレーションのためのデバイスも作ってみたので、そのあたりいろいろと確認していきます。まずワイヤレス給電がどのような仕組みで動いているのかを簡単に見ていきます。原理としては電磁誘導です。ここにコイルと磁石があります。この磁石をコイルに近づけたり遠ざけたりすると、コイルを貫く磁束が変化してコイルの両端に電圧が発生します。磁束の変化によって電圧が出てきているんです。電磁誘導です。この磁束の変化というのが重要なんですね。遅いと電圧は出てこないですし、速いとですね、こういうふうに電圧が出てくると。これが電磁誘導です。では次に磁石の部分をこちらのコイルに置き換えてみます。この大きい方のコイルが送電側のコイル、そして先ほどから使っていた小さい方のコイルが受電側のコイルです。そしてこの送電コイルに交流の電流を流します。そうすると交流電流による磁束ができている状態です。この送電コイルを受電コイルに近づけていくと、はい。そうしますと磁石をこういう風にやっていた時と同じように受電コイルから電圧が出てきます。あとはコイル同士の向きであったりだとか、コイル同士の近さによって出てくる電圧の大きさも変わります。スマホの充電やSuicaを使う時に向きが変だったり、あとは距離が離れすぎていると使えなくなるのと同じことです。さらに受電側のコイルに LED を取り付けました。ここに送電コイルを近づけていくと、わかりますか？こんな感じでね、LED が光っているのがわかるかと思います。このように線でつながっていなくても電力を送ることができています。これが電磁誘導を使ったワイヤレス給電の基本的な仕組みです。NFC 給電もこの原理がベースとなっています。ここまでワイヤレス給電の原理について見てきましたが、ワイヤレス給電にも色々と種類があります。ここではQi給電と NFC 給電を比較してみます。まずQi給電については皆さんスマホのワイヤレス充電でよく使うから知っていると思います。Qiと NFC の大きな違いとしては、まず使う周波数帯が違います。Qi は 110kHz から 205kHz、NFC 給電は 13.56MHz です。次に給電できる電力にも大きな違いがあります。Qi は5から 25W とかなり大きな電力が送れるという特徴があります。一方 NFC 給電では最大でも数ワット程度。今回使う NFC のモジュールは 250mW です。Qi と比べると NFC 給電は小さい電力しか送れません。電力だけ見てみるとQiの方が良さそうに見えますが、 NFC 給電にも良い点があります。それは何かというと、コイルと給電システムを小さくできることです。見てわかる通り、Qiの送電受電コイルはここにあるように直径 50mm 程度であることが多いです。さらに送電効率を高くするためにフェライトなどの磁性材料を一緒に使うこともあります。なのでどうしてもシステム自体のサイズが大きくなるというデメリットがあります。一方で NFC はどうかというと、周波数が高くなったおかげで送電コイル、受電コイル両方とも小さくなっています。またデータ通信の部分にも違いがあります。Qiを使った充電でバッテリーの充電状態を監視するための制御通信はあるのですが、ユーザーが任意のデータをやり取りできるような通信機能はありません。一方で NFC 給電はもともと NFC の技術がベースにありますので、給電だけではなくユーザーのデータ通信にも使うことができます。これについては後で実際にデモンストレーションしてみます。
ここまで見てきた通り、チーと NFC ではその特徴に大きな違いがあります。そうなってくると使われる先も変わってきまして、チーはスマホ充電のように大電力かつコイルが入るような大きなデバイスが必要です。NFC 給電はどうかというと、スマートリングやスマートバンド、ワイヤレスイヤホン、補聴器といったとにかく小さいデバイスに向いています。次はこの NFC 給電を使って実際どれくらいの電力の給電が可能なのかを見ていきます。先ほどから少し映っていますが、こちらがロームが出している NFC 給電 IC を使った評価ボードです。左にある大きな基板が送電側、右側にある小さい基板が受電側です。型番で言うと、送電側が ML7671、受電側が ML7670 です。基本的に小さい製品の中にこれらの部品が入ることになるので、小型の IC パッケージが使われています。特に受電側は超小型化を狙っていて、ウェハーレベルチップサイズパッケージが使われています。コイルの部分にも着目してみます。周波数が高いのと電力が小さいというのもありますが、コイルのサイズはかなり小さいです。コイル自体もチーの時みたいに導線を巻いたものではなくて、プリント基板状のパターンで作っています。ちなみに NFC 給電ではアンテナの設計がかなり重要になってきます。周波数が 13.56MHz と高いので、アンテナのマッチング調整がシビアです。なんですけども、ロームはアンテナメーカーと協力して検証済みアンテナやマッチングツール、リファレンスデザインまで提供しているので、アンテナ設計のハードルはかなり下がると思います。ちなみにロームの NFC 給電 IC を使った製品というのはすでに世の中に出ていまして、こういったスマートリングの即載リング2というものがあります。このリングの中にバッテリーが入っていて、それをワイヤレス給電、こういう風にするんですけども、そこの給電部分の IC に今回使ってきたものと同じロームの NFC 給電 IC が使われています。また今回使っている IC は民生向け製品でして、最大で 250mW までの給電なのですが、別のラインナップで産業向けの製品もあります。そちらについては最大で 1W までの給電に対応しています。というわけでここからは実際に NFC の無線給電を試してみたいと思います。では実際に電源を入れらんないんですね。実は電波法との兼ね合いで一見の事務所ではこれの電源を入れてコイルから 13.56MHz の高周波磁界を出すことはできないんです。ただ何としても実験をやりたいということで、今回はロームが持っている電波暗室を借りてその中で実験をすることにしました。はい。というわけで、電波暗室にやってきました。ローム横浜テクノロジーセンターに EMC 測定サイトがあるのですが、その一部を借りて実験しています。では改めて評価ボードの電源を入れていきます。今送電側に 5V を給電しました。なんか光ってますね。そしてこのように受電のモジュールを近づけていくと、送電のネゴシエーションをして受電側にワイヤレス給電が開始されます。例えば受電側に LED を接続してモジュール同士のコイルを近づけてみると LED は光りました。問題なく動いています。次はオシロスコープで送電モジュールのコイルから出ている高周波磁界も見てみます。このようにプローブを近づけてみると、はい、しっかりと 13.56MHz の高周波磁界が出ています。結構はっきりわかりますね。この磁界を受電モジュールのコイルで受け取って整流して結果的に電力を取り出すことができています。少しスペック的な話をすると、この評価ボードの最大給電能力は 250mW です。実際どれくらいの電力が取れるのか実験で確かめてみます。このように間に 3mm のスペーサーを挟んだ状態で実験します。今抵抗負荷をつなげていて、電流は 1mA 流れています。さらに負荷を重くしていきましょう。こんな感じですね。で今、2mA だと。さらに電流を流していって、今はい 10mA 流れています。これで今 50mW の送電ができています。さらに負荷を重くしていって、こんな感じですね。負荷をですね大きくしていくと、こういう風にたまに電流が途切れる、つまり電圧が 0V になる期間があるんですけども、これは無線給電の送電電力を調整しているからです。でさらに負荷を重くしていくと 20mA ですね。だいたい 100mW 程度送電しています。はい、150mW。今 40mA 流れてて、だいたい 200mW。さらに負荷を重くしていって、
ちょっと流しすぎちゃいましたね。70mA とか。これ今 50mA 流れてて、だいたいですね、250mW ぐらいかなっていうところですね。ただ、このコイル間のギャップの距離とかですね、あとは給電の状態っていうのが結構シビアなんですね。あんまし負荷を取りすぎると落ちてしまいます。今回の場合ですと負荷電流が 30mA から 40mA ぐらい、つまり電力に直すと 150mW から 200mW ぐらいが安定して送電できる上限となっていました。次はこちらの評価ボードを使って少し工作していきます。こんな感じでブレッドボード基板の上で回路を作っています。ちなみに今映っている水色の電子工作マットはプレゼント企画をしているので、ぜひ動画を最後まで見て応募してもらえればと思います。この電子工作マット結構便利です。今回は NFC 給電の応用例としてスマートバンドを作ってみました。こちらです。まずは構成を説明します。システムは大きく2つに分かれます。送電側と、そして手首につけるスマートバンド側です。こちらが受電側になります。送電側については先ほど使っていた評価ボード ML7671 です。受電側のスマートバンドも同じく ML7670 です。受電した後はバッテリーモジュールを経由して 3.3V に変換。マイコンと加速度センサー、そしてディスプレイを駆動します。まずはバッテリーを接続せずにワイヤレス給電の電力だけでスマートバンドが動くかを確認します。コイルの位置関係が少しシビアだったので、このようにスペーサーで位置を調整しました。電源を入れるとディスプレイに何か表示されました。これは加速度センサーで取った3軸分の加速度を表示しています。こちらの加速度センサーを傾けてみると、ちゃんと値が変わっているのでセンシングできています。このようにワイヤレス給電だけでマイコン、ディスプレイ、センサーが全部動いています。ここで使っているマイコンなどは低消費電力なデバイスで作ってはいますが、製品の中に使われるようなデバイスと比べるとやはり消費電力は多いです。そんなデバイスでも安定して給電ができています。ただしワイヤレス給電のみで動かしているので、送電側のアンテナから離れてしまうと当然電力供給が途切れるので動作は止まります。こんな感じですね。離すと止まる、近づけるとまた動く。なのでこういった NFC 給電などの無線給電を使う場合は、実際にはバッテリーとの組み合わせが必要になります。ですのでスマートバンドにバッテリーを組み込んでみました。はい、バッテリーの充電が始まりましたね。バッテリーがある状態なので送電コイルから離してもスマートバンドは動き続けます。送電コイルに置いているときはワイヤレスで充電して、外して持ち歩くときはバッテリーで動作するというよくあるウェアラブル機器と同じようなものができました。ここまで評価ボードをワイヤレス給電メインで扱ってきましたが、もともと NFC はデータ通信として使われるようなものでした。交通系 IC などでもデータ通信をしている段階で微小な電力のやり取りはありましたが、それを数百ミリワットまで引き上げて本格的な給電に使おうというのがこの ROM のデバイスです。ですので次はデータを送るような使い方も試してみます。こんな感じの実験セットアップを作ってみました。上にあるのがスマートバンド、下にあるのがスマートバンドのデータを受信するデバイスです。どういうことかというと、スマートバンド側の加速度センサーで取得したデータを給電 IC の NFC 通信を使って送電側に送り、そして送電側にあるディスプレイに表示させます。このようにかざすと、はい、NFC 通信が始まりました。このように受信した方にデータが表示されていますね。そして加速度センサーをこのように動かすと分かりますでしょうか。スマートバンド側のデータと同じものが送電側にも表示されています。こんな感じですね。はい。ここで NFC 通信を切るとどうなるのかというと、はい。このようになります。下のディスプレイはですね、リングバッファーになっているので、その値をですね、表示し続けるということをしてます。で、もう一度かざすと、こんな感じです。問題なく NFC を使ってデータ通信ができています。ここで一つ重要なポイントがあります。今回使っているワイヤレス給電 IC はデータ通信と給電を同時に行うことはできません。通信中は給電が一時的に止まる仕様です。なので NFC を使ってデータ通信をする場合はスマートバンド側にバッテリーが必須です。
ちなみにロームの別モデルである ML7661、ML7660 は給電と通信を交互に自動で繰り返すプロトコルを搭載しています。その場合はバッテリーレスでもデータのやり取りが可能です。受電側にバッテリーを積みたくなくて接触している時だけデータを取れれば良い場合にはこれを使うのが良さそうですね。少し余談になりますが、こちらの受電側のボードについては、このようにスマホを近づけてみると NFC タグとして動作します。これは ROM の IC の中に入っている ROM に内容を記録しています。この場合だと YouTube の URL を開くようにしています。これはスマホの NFC アンテナから出ている高周波磁界でデータの通信をしています。データ通信のための高周波磁界でもボードは動作可能みたいですね。というわけで今日は ROM が出している NFC を使ったワイヤレス給電を試してみました。NFC は地位と比べると送れる電力は小さいですが、アンテナとシステムを圧倒的に小さくできます。ですのでこういったスマートリングやイヤホンなど非接触で給電したい小型デバイスにはかなり有効な技術かと思いました。今回実際にスマートバンドを作ってみて、このくらいの回路規模であれば 250mW の給電でも問題なく動作はできましたからね。今回使ったモデルはデータ通信と給電は同時にできませんでしたが、用途に合わせてそれができる産業用モデルを使ってくださいということでしょうね。また最後にプレゼント企画のお知らせです。今回動画内で使っていた ROM ロゴ入りの電子工作マットと ESD ピンセットを抽選で10名様にプレゼントします。応募方法の詳細については概要欄のリンクから確認お願いします。というわけでもしこの動画が役に立ちましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。何か気になることがありましたらぜひコメントも残してみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。